こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、豚の実績解除に失敗したところまでです。とりあえず地図を埋めつつ、起伏のある場所にいる豚を探します。ところで、村が見えているのだけどスルーするの？いや、これから行ってみようと思ってました。この村は、リスポーン地点から最寄りの村のようですね。そういえば平原にある村を見るのはほんと久々です。前作では砂漠の村しか見つかりませんでしたからね。お、一人目発見。いや違う。ゾンビですね。なんでドア持ってるの？そりゃ見せびらかしたいからよ。まあ木製のドアは村の象徴ですからね。あれ？ゾンビがドア持ってるということは、ひょっとしてこの村もう滅んでいるんじゃないですか？いや探しチャンス。まああまり期待してはいないんですけど念のためです。ちょうど旧貴重品来たー。嫌なエギバブルはもう崩壊してるわよ。そうでした。昔は苗木一つでウィザスケの頭3つ分の価値があったのに。今では木炭ほどの価値もないわね。それにしてもやっぱり村人いないですね。一応村から32メートルは距離を置くよう意識して行動してたんですが、まだ地下にいた時襲撃されたのかな。森を抜けると丘陵に豚がいました。今度こそ実績解除のチャンスです。これですね。豚に乗って崖から落ちると書いてあります。33個の実績の、残り2つのうち1つです。この豚にしましょうか。ほい。そういえば、昔のバージョンでは豚に乗りながら豚を叩くことができたと思うのですが記憶違いでしょうか。降りて叩くしかないのかな。実績解除ならず。人参のついた棒で誘導したらいいのに、なんで試したの？いえ。昔実績解除した時は確かこんなやり方だったもので、案外昔のやり方の方がスムーズかなと思ったんです。さて、今度は人参の棒で挑戦です。また高さが足りなかったか。あれ？今段差登りましたね。登れるのか。今度は十分高いところまで登ってきました。今の豚のハートは2個半です。失敗？よかった。やっと実績解除です。落下ダメージはハート2つ分、豚も無事で何よりです。さて、これで残る実績は、冒険の時間ただ一つになりました。ご覧の通り、冒険の時間以外の実績は全て解除済みです。この企画で3つ掲げた目標のうち、第1第2目標はクリア済み、第3目標もあと冒険の時間ただ一つになったわね。さて、それでは本腰入れて冒険の時間スタートです。とはいえバイオームがありすぎるので、一度に頭に入れるのは無理です。そこでまずは下見がてらに、地図の範囲を軽く一周し、どんなバイオームがあるか大体把握してみます。その後残りの地図を埋めつつ、バイオーム踏破を細かく確認していきます。とりあえず馬発見しました。小さいのが子供の馬のようです。あら、スルーするの。色々考えたんですが、今の時点で欲しいのはロバです。エンダーチェストを大量に作って方々に設置することも考えたのですが、黒曜石やエンダーアイを集めるのが面倒です。チェストを運べるロバを連れて行った方が便利そうだと思うんです。地上で初めてカボチャを見つけました。でもカボチャは数スタック持ってますからさすがにいりません。マップ東側に草原バイオームがあり、また馬を見つけました。しかし肝心のロバがいないですね。まだまだ馬初心者なのですが、一応ロバはたてがみがなく耳が長いことは調べ済みです。
マップ東から北上しているところ、どうやら海に出くわしたようです。ここからは船の出番ですね。いきなりキノコ島が見つかったりしたらラッキーなんですが。まず無理よね。さて、それではいよいよ船出します。船は移動が早いからいいですね。あっさり船終了のお知らせです。あ、船壊れた。まあでも湿原バイオームを見つけました。マップ生成用にサトウキビは欠かさず回収します。お、見たことがない花がありました。これは翡翠蘭で、湿地バイオームでしか見つからないそうです。また逆に、湿地バイオームでは翡翠蘭しか咲かないそうですね。バイオームごとに咲く花が決まっているのね。そういえば、地下で数種類の花が一箇所に固まってたことありましたね。今にして思えば、あの場所は花の森林バイオームだったようです。あと、アリウムは花の森林バイオームでしか咲かないそうなので、地下で花をコンプリートしようとするなら手がかりになりますね。誰が地下で花をコンプリートしようとするのよ。さて、マップの北の方を進んでいたところ、白樺だらけの森を見つけました。白樺の森は、起伏や木の高さの違いで4種類のバイオームがあるそうで、そのうち冒険の時間で踏破が必要なのは2種類のはずです。見た目で見分けるのが少し厄介ですね。お、背の高い方の白樺もありました。これまた初めて見ます。珍しいのかなこれ。もうあっちもこっちも白樺だらけです。ちょっと試しにデバッグモードで見てみましょうか。ちなみに今回の企画でデバッグモードを使うのはこれが初めてです。白樺の森で間違いないですね。なお、白樺の森のバイオームは次の4種類です。今回見つけたのはバイオーム ID が27番のものです。冒険の時間で踏破しないとならないのは、ID が39までのものらしいのですが、思い違いがあったら怖いので、念のため全部のバイオームを調べておきたいところです。さらに西に進んでみたら、また花の森林バイオームを見つけました。試しにデバッグモードで確認したら間違いありませんでした。しかし、歩き回り始めて思ったのですが、バイオーム見分けるのは案外難しそうですね。違いがわかる男になるまでは、デジタル情報に頼るのも仕方がないわね。でもいつか、デバッグモード禁止で冒険の時間実績にチャレンジしたいです。さて、地図の北西端まで着きました。そういえばここまで雪とか凍ったバイオーム系を見てないです。地図一周はもう少しですね。お、こんなところに狼が。あれ？買わないの？いや骨ないですし。ある。そっか。行きがけにスケルトン倒していました。でも3本しかないんですけど。まさかの一発成功。あれこっちも？もしかしてバージョンアップで懐かせる仕組み変わりました？もう1匹にはなぜか逃げられました。まあ2匹いればいいですよね。少し歩いたら、木の上で休んでる狼を見つけました。こっちは今ワープしてきた方かな？座ったから犬の方ですね。懐いたのは犬なの？まあそんな感じだけど。こちらも一発で懐いて、お供が3匹に増えました。地図の西側に着きました。ここにも白樺の森がありますね。背の高い白樺もちらほら見えます。今はお供の犬がいるので無茶できないですね。ぼちぼちリスポーン拠点付近に戻ります。やっとビーコンの光が見えてきました。さて今回は下見でしたが、次回は踏破したバイオームを一つずつ確認しつつ、残りの地図を埋めていきます。花の森林と白樺の森はすでに踏破確認したわよね。デバッグモードで確認済みのバイオームは、こんな感じに四角を点に置き換えていきます。
なお括弧内のバイオームは変種で、実績解除で踏破が必要ないらしいですが、念のため確認しておきます。よし、犬も3匹とも無事です。あと肝心なこと忘れてました。もしリスポーン場所のバイオームの ID が128を超えてたら冒険の時間が多分積みます。そっか。同じシード地で新しいワールド生成しても、降り立った場所が踏み入れてはいけないバイオームなら積むわね。まあ見た目が森林バイオームなので大丈夫かなと思っていたんですが。森林ですね。大丈夫のようです。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。